持ちいい。その 250cc の4速マルチエンジンのバイク、もしくは、250cc の、単気筒のバイクとか、そういったもので北海道の道に対してこのうちのバイクどうですかみたいな、知り合いのね、人と一緒に大型トークのバイクとで 250cc よりも低い 200cc の単気筒のバイクとかツーリングした時とかの体験談で分かる範囲で気軽に聞いていただければなと思います。今日もね、北海道も結構暑かったです。ただ本州というか、東京とか横浜とか大阪とかあちら辺の人に比べれば非常に涼しくて過ごしやすい環境なのかもしれないですけどね。さすがに距離も走ってて安く買ったバイクなんで、いつまで乗れるのかなっていうところも含めてね、ちなみに何かの動画でこのジール250 FZX250 はですね、0100で全開走行した場合の秒数出てるサイトあったんですよね。あれで 5.9 秒って書いてありました。5.9 秒がどんぐらい速いかっていうと、前僕が乗ってたポロの GTI で 6.9 秒だから1秒速いで、レクサスのなんかのねクーペも 6.3 秒とか、ビッツのさGRMN とかっていうめっちゃすごいやつあるじゃん、ホットハッチのやつ。あれで確か同じぐらいだった。バイクと比較しても多分分かんないと思うんですけど、車と比較したら、どれだけこのバイクっていうのが速いかというのは分かっていただけるんじゃないかなと。で 250cc で4速マルチエンジンのこういう類のバイクで国産車のスポーツカーよりもちょっと速いぐらいの加速はあります。 250cc の4速マルチっていうのが遅いって言ってる人が信じられない正直でも普通に速いっす全然速いし、単気筒の方がいいよとか2気筒のねバイクの方がトルクフルでいいよとかっていう話ももちろんあるんです。実際僕単気筒の人と一緒に走ったし、で2気筒のV ツインとかああいうエンジンの人とは走ってはいないんだけど、なんかかっこいいね、大型だよみんな。単気筒の 250cc とこの4気筒マルチエンジンの 250cc を比べたら速さ的には全然別次元ですね。単気筒を持ってる人に申し訳ないんだけど4気筒マルチの 250cc っていうの別次元だって、カタログ数値で出てるでしょ。これ40馬力ですからね10何馬力のエンジンと40馬力のエンジンしたら、明らかにどっち速いかなんてもうはっきり言ってカタログ数値で出てますから。乾燥重量で146キロぐらい、2気筒のエンジンのバイクと同じぐらいなんですね。それで40馬力ありますから、トルクも 2.7 キロだったかな、ありますよね。遅いわけないじゃんって話なんですよ早いよ単気筒と、2気筒と、4気筒の、250cc でどれ選びますかっていう、そういった話あると思うんですけど、4気筒は回してなんぼのエンジンです。それは負けるもない事実です。遅いってことは絶対ないです間違いなくこっちの方が速いっす普通に走ってる素人がね、プロで回転数保ってうんだらかんだらとかさ、そんな改造してどうだとかってそんなの分かんないけど、普通にノーマルで普通に新車で売っている状態で比べた場合
明らかに4気筒の方が差が誰でも分かるぐらい絶対こっちの方が速いですから間違いなく。なんかあんまり惑わすようなねこうネタっていう風にもなっちゃうのかもしれないけど、まあ事実ねこう乗り方によるとかってなんかいろいろ答えを出さない人もいると思うんですけど、僕ははっきり分かるのが絶対4気筒マルチの方が速いっす。だって馬力とかトルクとか違うんだもん全然。軽いし。ただこのぶん回るエンジンの特性がまあ苦手っていう人もいるかもしれない、もしかしたら。だけど遅いか速いかっていうところで不安を抱いている人がいるのであれば、4気筒の 250cc マルチエンジンは間違いなく速いっす。何キロ出ますかみたいな質問もあるけど、このジール250だと常識の範囲内でのスピードであれば余裕で出せるし、常識の範囲外のスピードも余裕で出せます。ゆとりあります。常識の範囲内で走っててもめちゃめちゃゆとりありますなのでもし 250cc で迷ってますと、いや 250cc じゃなくて大型買ったら一緒とか、 250cc 乗るなんて中途半端で気持ち悪いわみたいな、400しかないっしょ、250cc 遅いでしょとかっていう人いるかもしれないけど、不安をねこう煽るようなことは僕言いたくありませんけど、250cc のこの4気筒のねマルチエンジンのバイクは速いです遅いなんてこと絶対ありませんから遅いのは故障してますよそれ生きと死んでたりとかね。くっせ、もうさっき僕は通ったけど家畜くせえわ。250cc なんてクソでしょ。あんな遅いの乗ってられませんわ。250cc の4気筒なんて欠陥品でしょとかっていう人もいるかもしれないけどね、無視していいと思います普通に速いっす。本当にこれは言えますね。僕素人ですけど車結構速い車好きなんですよ。ポロモの GTI もね 6R の GTI179 馬力ですから、トルク25キロありますから、それをね速いと遅いと思うかっていうのはそれぞれだけど、国産のああいうコンパクトカークラスにはないエンジンの馬力トルクですから、まあ速いのは当たり前ですから、その速い車で加速感を味わうのが好きなんですよね。まあ懐かしいわ。車のとは比較できないかもしれないけど、でもこう実際こうバイクでこう何々迷ってますとかってこれどうだって言ってる人って大体車なんですよ。今のバイク乗っててこれが速いか遅いかっていう比較じゃない。車を普段乗っててこのバイクがどうだとか北海道のこの道で合ってるかどうかっていうのは自分の車の普段乗ってる加速感とかそういうので比較するんですよ。だってバイク持ってないからこれから買おうとしてんだから。なので俺はあえてこう車で比較しますけど、何度も言うけど 250cc の4気筒マルチエンジンは普通の車の86とかああいうスポーツカーよりも加速速いっすから間違いなく大丈夫ですから、絶対大丈夫選んでも。俺今 250cc のこう4速マルチエンジンを乗ってて思うのは間違いなくこれ速いどう考えても速い。そして乗りやすい、安定もしてる、非常にいいバイクですよこれ。ただ俺はそれよりも安く買うっていうのは頑張れよって。ただあまりこうプロじゃないのに自分でこう整備して頑張って直して乗るっていうのは俺はあんまりおすすめはしないですね。そっちはちゃんとプロがしっかりと整備したものを乗るっていう方がいいと思います。絶対そうした方がいい。で僕も
確かに車の時はね、こうサス自分で交換したりとか、マフラー交換したりとか自分でやってましたよ。馬ね、こうかけてジャッキアップして KTC のこう工具セットを持ってますから、未だに持ってるけど、ああいうので、駆使して交換したりとかしましたけど、車はね、タイヤ1個飛んだぐらいじゃ死なないから。これで遅いと思う？これ早いじゃん普通にこれで遅いとかって言う人信じられないよこれめっちゃ早いよまあそれは置いといて、車だったらさ、こうなんかトラブルあった時も命の危険はそんなにないじゃん。よっぽど命の危険なんてよっぽどな時しかないけど、バイクってなんかこう不具合あって、なんか取れたとか、なんか歪んだとかね、こう自分で整備してこうおかしくなったって言って、こう走ってる途中になった場合こけるじゃん。こけたら死ぬから生き残る人もいるかもしれないけど、大抵は大怪我するじゃん。こうプロテクターつけてたってさ、こけた時は最低限守ってくれてるものであって、安全っていうのを担保するものではないから。だからバイクは車と違ってやっぱり自分で素人がいじるのはやっちゃいけんと思うよ僕はそう思いますね。マフラーを交換するとかさ、そんなのだったらいいよ。ただね、やっぱり足回りをちょっと調したりとか、ブレーキ調したりとかって、サス変えたりとか、そういう実際にこう死に直結するところあるじゃない、不具合が起きた時に。そういったところはね、やっぱりプロに任せてしっかりと整備してもらった方がいいと思う。レッドバロンでしっかりと整備されたものを僕は買ってます。レッドバロンの人が言ってたのは、軸があるんでね、バイクの軸が、この軸がここからここの範囲内に入ってない場合は売れませんって、ダメですって、直せなかったらそれは売り物じゃないから廃車ですと、部品取りですという話になるみたいです。溶かしたりとかしてフレームが歪みました、ショックが歪んでますとか、ハンドルのねバーが歪んでますとか、骨格が歪んでますとか、そういった状態で整備しても怖いと思うんですよ。そういうしっかりと計測をできるような状況の中で、しっかりと計測に基づいたエビデンスに基づいたバランスとか、そう整備状況を持って安心して楽しく乗れると思うんですよね。レッドバロンでイジイジしますよ。当然ながら楽しいバイクライフを味わうためにはやっぱりしっかりと整備したバイクに乗ることをお勧めします。なんでこんな話になったんだろうね。早いとかって話になってからね。実際これ17万ぐらいですよね、確かバイクの値段が。ジールにしてはちょっと高いのかもしれないけど、ちゃんと整備されてますから、そう整備を安心を買ったっていう意味では僕安いと思いますね。楽しく乗れますし調子もいいしね。そんなこんなでそろそろお別れの時間が参りますけれども、いかがだったでしょうか。では本日も最後まで動画を見ていただきまして大変ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントをしていただければと思います。それではまたね、バイバイ。